こんにちは、小鹿です。まずは目次を用意しました。急ぎたい方はこちらからどうぞ。動画の概要欄にもリンクを用意しています。ということで、マッチングの秘密、コツについて簡単に説明していきたいと思います。その前になぜこういった動画を作らざるを得なかったか、まずはこのゲームの現在について軽く触れたいと思います。このフライデー・ザ・13th ザ・ゲームは全世界で大ヒットしたゲームで、早々にプレイステーション・ザ・ベスト版も発売されたくらい人気でした。が、ゲーム外の問題の余波で開発更新を完全ストップさせられちゃったゲームです。訳あって更新がストップしたんですが、その結果として起こったことの中に、初プレイの方こそ知らないと損する、マッチング関係の落とし穴というのがあります。この動画はこういった事情をまず知ることのない初心者さんがルールやプレイ以前につまずいてしまって人がいないという勘違いを生まないために、このゲームを遊び始めるための基本を知っていただけたらなと思って作りました。それではなるべく人がいて快適に遊べるようになるコツをお伝えします。このゲームはマルチプレイが主役のゲームなので、基本的にクイックマッチを使用して遊ぶゲームです。で、このクイックマッチのルーム検索に重要なポイントがあるので、そちらを先にお伝えしようと思います。キーワードは1分30秒です。それではポイント1から。メニュー画面でクイックマッチを押すと、自分が遊ぶためのルーム探しが始まります。クイックマッチをしてルーム検索が始まって1分30秒程度時間が経過しないうちというのは、自分が参加できるルームを探している状態です。参加や接続が成功したそのルームというのは、国や地域関係なくいろんな理由から仕組み的に接続しやすいルームということです。なので、一度離脱してもそのルームに参加枠が空いていると、同じルームへ入ってしまいやすい傾向にあります。で、一緒に遊ぶのが海外の人でもいいよ、どこでも遊ぶよという方であれば、そのままで大丈夫です。でも、もしもそのルームへの参加を希望しない場合だと、そのルームから離脱すると思います。ここですぐクイックマッチを押すのではなく、30秒から1分ほど時間を空けて再度クイックマッチを押すのがおすすめです。そのルーム参加枠の空きが埋まるのを待つ作戦なんですけど、接続しやすいルームに入りにくくする対策となります。次にポイント2ですが、他の人がホストのルームに入らない場合は、自分をホストとして新たにルームを立てることになります。で、クイックマッチをしてルーム検索が始まって、1分30秒が経過する間に参加しやすいルームが見つからない場合、ある程度の時間を置いてから自分をホストとしてルームを立てるっていう感じになってます。そのため、基本的にはルーム検索開始から1分30秒経過以降が自分をホストとしてルームが立つ目安になってるんですね。で、ホストになったプレイヤーには ID 名、PSID 名の横に矢印マークで表示されるので、それがホストの印になってます。で、自分のホストとしてルームが立った場合には、そのルームはホストが抜ける、ルーム閉じることになるんですけど、それまではずっとそのルーム続きます。ルーム検索のポイントをまとめます。ルーム検索の時間が1分30秒経過していない場合は、他人のルームへ入りがちです。で、ルーム検索の時間が1分30秒経過した場合は、自分がホストのルームを作りがちです。必ずホストになってしまうバグっていうのがあって、セッションバグっていうふうに呼ばれているものなんですね。で、招待を受けてルームに参加するとか、セッションから参加するとか、要はクイックマッチをさずにルームに接続してしまうと、次にクイックマッチをしてルーム検索を始めても、他の人のルームに入って遊びたくても入れなくなってしまうバグなんですね。で、1分30秒が経過するまでルーム検索を行った後、必ず自分をホストとしてルームが立っちゃうんです。
で、このバグっていうのは、クイックマッチを押さずにルームに接続する、参加しようとすることで発生してしまうバグなので、満員で参加できないとか、要は他のルームへの参加できているかどうかっていうそのものは関係ありません。で、これって自分がホストになりたい時のように、使いようによってはめちゃくちゃ便利なんですね。でも、バグを確実にリセットさせて、すぐにルーム検索を行いたい場合は、一度ゲームを立ち上げ直す必要があるので、注意が必要です。クイックマッチをしてルーム検索が1分30秒以上経過すると、自分をホストとしてルームを立てやすい仕組みっていうふうにお話ししたんですけど、重要なのはここから先で、もしも自分がホストになって5分10分程度待った時に、自分のフレンドさんではない見知らぬプレイヤーさんが誰か一人でも自分のルームに入ってきてくれるなら全く問題ないです。でも、もしもどれだけ待っても一人現れないときは、それは通信回線とかルーターとか、それが原因で他のプレイヤーのルーム検索候補に自分のルームが現れてない、出てきてないっていうのが原因なんですね。で、これって契約数の多いフレッツ光系の回線で、遊ぼうとすると発生しやすい傾向にあって、でそうなるとプレイ人口世界に自分一人なんとかっていう勘違いを生んでしまう最大の要因なんですよ。でこうなると自分がホストになったままではどんなに待っても人来ないので、これは完全に回線の問題で、最も簡単な解決方法は2つあります。1つは8人を友達やフレンドさんで固めてしまう、自分含めて。で、もう一つは自分がホストになるのを諦める。この2つしかないです。で、もちろんこの問題への根本的な対策っていうのはあって、ただ、通信回線とルーターの少し専門的な話になってしまうので、この動画で詳細に触れることは割愛します。このゲームにはグループ機能があります。例えば、仲のいい友達やフレンドさんを招待して遊びたいとなって、そのグループを組んだままで他のホストの方のルームに参加するっていうこともできるんですね。それだけじゃなくて、自分や友達、フレンドさんをホストとしてグループを組んで、ルームを作成するっていうこともできます。で、この場合、グループリーダーがホストのルームができたときに、実はグループを解除しないままだと、他のプレイヤーのルーム検索候補にそのルームが現れづらくなってしまって、他のプレイヤーさんが集まりづらくなってしまいます。で、これを解決するには、自分や友達、フレンドさんをホストとしたルームができた段階で、ホストの方がグループを解除するっていうことで解決します。グループ解除の方法なんですけれども、今画像に出ている通り、まずマッチ画面で丸ボタンを押してください。そうすると、グループを解散または抜けますかという表示の下に、×ボタンの解散、三角ボタンの離脱する、丸ボタンのキャンセルと出てきます。ここで×ボタンの解散を選んでください。誤って三角ボタンを押してしまうと、グループを閉じるだけではなく、そのルーム自体もなくなってしまいますので気をつけてください。もちろんですが、自分がホストの時に他のプレイヤーさんがそのルームに集まってくるかっていうことを確認できてない場合、いくらグループを解除したとしても、他のプレイヤーさんが集まってくることはないので注意してください。自分がホストの時に他のプレイヤーさんがそのルームに集まってくるかどうかを確認するっていうことをクリアできてなかったり、あとは時間帯などで人が集まってきづらいなんて時には、素直に他のプレイヤーさんがホストのルームへ参加するっていう風にしてプレイするのがおすすめです。で、ルーム検索が1分30秒以上経過すると、高い確率で自分をホストとしたルームが立ってしまうっていう風にお伝えしたんですけども、
ルーム検索を始めてから、だいたい1分から1分20秒経ったぐらいにコントローラーのオプションボタンを押して、ルーム検索をキャンセルして、それから再度検索をするだとか、あとはたまたま入ってしまったルームを離脱して、他のルームを探すっていうことを繰り返していくと、時折、ラグのないいい部屋に紛れ込めるっていうことがあるので、気にしてみてください。ピング値は通信の品質の目安にもなります。で、このゲームだと各プレイヤーのピング値っていうのがマッチ前からプレイ中でも確認できる仕組みになってます。で、他人ホストの快適なルームを探すっていう目安としては、自分の PSID の横に表示されるピング値っていうのを見るようにするといいと思います。で、遊びやすいピング値の目安っていうのを画像を出しているので参考にしてみてください。長年遊んでいる体感として、日本時間でだいたい19時から22時頃っていうのが最もプレイヤー人口が多くてマッチングしやすい時間帯です。20時から24時頃も日本人プレイヤーさん多いので、マッチングしやすい時間帯で、小時間もこの時間帯に大体遊んでいることが多いですね。で、これ以外の時間帯になってしまうと、自分がホストを取って、海外プレイヤーさんを含めて遊ぶことができる時間帯になってきて、でも日本人のプレイヤーさんやピング値の低いプレイヤーさんっていうのが来ればめちゃくちゃラッキーです。コストをかけずに全員が遊ぶことのできる仕組みっていうので、ちょっと前まではデッドバイデイライトでも使われてたりとか、今でもマイクラとか COD とか、一部のやつでも採用しているかなりオーソドックスな一般的な方法です。で、プレイヤーさんがその専用サーバーに接続するっていう形ではなくて、プレイヤーさんが他のプレイヤーさんのゲーム機、PS5 とか PS4 にそれをサーバーの代わりとして、接続していくっていう通信の形がこれにあたります。なので、この P2P、ピアトゥピアっていう仕組みでは、ホストになったプレイヤーのゲーム機が、それぞれの各プレイヤーとの通信とか、あとはその一部の処理とかっていうのを担当することになってて、なので、ホストになったプレイヤーさんのゲーム機の処理とか、通信回線の品質っていうのがいいようにも、悪いようにも、ホストを含めた全員に影響するっていう感じですね。ルーム検索のポイントは1分30秒です。セッションバグには注意しましょう。自分がホストとしてルームを立てたときに、他のプレイヤーさんがその自分のルームに入ってくるかどうか確認しましょう。気をつけないと、全く誰も入ってこずに時間を使ってしまいます。グループを組んだままにすると、人が集まりにくくなってしまうのでご注意ください。他のプレイヤーさんがホストのルームに参加するときに、よりピング値が低い部屋を選ぶようにすると、めちゃくちゃ快適です。日本人のプレイヤーさんと遊びたいっていう時には、だいたい19時から24時頃がおすすめです。この動画では簡単にかいつまんだご紹介なので、何か質問や困ったこととか、聞きたいこととかあればコメント欄に書いてくださっても結構です。お気軽にお願いします。詳しくない部分もあるんですけど、わかる範囲でお伝えすることできると思うので、それでは楽しく快適なクリスタルレイクでのひとときをお過ごしください。